こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、ワンルームマンション投資の注意点ということで、どういったところに注意しないといけないのか、詳しくですね、解説していきたいと思います。まあですね、コメントでですね、要望を何人かからいただいたので、解説していきます。で、コメントですね、すべて見させていただいているので、これやってほしいよっていうのがありましたら、ぜひですね、コメントいただければ嬉しいです。で、今日の内容なんです。結構ね、ワンルームマンション投資ってどうなんですかみたいなのがね、結構聞かれます。なので、今日は、やっぱね、失敗しないためには、結構3つのポイントをですね、押さえてないといけないです。で、特にですね、この3番目が、特に重要なので、ぜひですね、最後まで見てみてください。で、さらに、儲けるためのね、コツはどういったところなのか、自分自身不動産投資家としてですね、もし、ワンルームマンション投資やるんだとしたら、こういったところ気をつけないといけないよ。こうやったら儲かるよっていうのをですね、詳しく解説していきます。で、そもそもね、不動産投資って何っていうのね、復習になるんですけれども、銀行からですね、お金を借りることができて、そのお金で、不動産ですね、買います。マンション1棟なのか、区分マンション1つの部屋なのかですね、ワンルームマンション投資なのか。で、そこからですね、入居者さんから家賃をいただきますと。そこでですね、30万円、例えば家賃30万円もらったとして、で、返済とかですね、銀行に返済したりとか、経費とかが20万円かかったとしますと。で、手元に10万円残りますよ、みたいな。これがですね、不動産投資の一番重要なキャッシュフローっていうお金がですね、どんどん溜まっていく。これは非常に重要なことになります。なのでですね、これをね、前提に置いて、見てみてください。ということで、収益性がですね、一番重要です。なので、お金がですね、手元にもう入ってくるかどうか、そこを、ちゃんとまず一つ目、計算しましょう。で、どれぐらい収益が入るのかっていうね、ちゃんと考えなきゃいけないです。家賃がどれぐらいなのか。1ヶ月ね、経費、管理費だとかですね、電気代とか、そういうのはどれぐらいかかるのか。銀行の返済いくらなのか。で、空室はですね、どれぐらい出るのか。もちろんね、空室になってしまうとお家賃いただけないのでですね。で、さらにそれを入居させるときには広告費だったりとか、リフォーム費用がかかるんで、そういうのがどれぐらいかかるのか。そういうの全部計算して、さっきのですね、収益が出るってことになるんで、収益性非常にですね、自分で計算できるようになりましょう。こういったことを。で、具体的にですね、計算するのは、不動産のやつ見ればわかるんですけども、手元に残るお金は、家賃から銀行返済とか管理費とかですね、修繕費引いたものが、基本手残りになります。で、これを計算して、で、さらに、固定資産税とかですね、火災保険、あと退去した時に入居をつける時の広告費だったりとか、あとリフォーム費用、あと空室がですね、あったら家賃は下がります。だからそういうのをひっくるめて1年間でどれぐらいですね、手残り出るのかって計算しましょうと。で、ワンルームマンション投資の場合、ほぼ、これね、マイナスになります。ほとんどの物件はですね、マイナスになってしまうんですよね。だから、例えば、マイナス1万円だったとして、これ計算したらね、マイナス1万円だとして、融資期間、例えば融資期間30年とか35年、それで耐えれるのっていうのをですね、考えてみていただいた方がいいです。で、さらに、空室が出たりとかですね、家賃が下落する。その新築からですね、どんどん古くなると家賃は下がっていくんで、もうこれ1万円でもどんどん拡大しますし、もしね、家賃が7万円ぐらいだったとして、マイナス1万円だったとした場合に、空室だったらその7万円入ってこなくなるんで、そうするとマイナス8万円になっちゃうんですよね。っていうので、それが融資期間30年とかだったら30年間耐えれんのっていうのは、もう本当に考えてる方がいいですね。多分ほとんどの人は耐えられないと思います。精神的にも。なので、ほとんどの場合マイナスになるんですよね。不動産ワンルームマンション投資って。だから、自分はお勧めあんまりしてないです。最大1年でですね、35年間融資期間。融資期間によるんですけど、45年とかもあったりしますからね。45年で35年。45年がね、マイナス1万円が45年間払い続けるみたいなね。これが、どんなに利益でもマックスなんで、これが。ほとんど家賃が上がっていくってことは、一部都心はあるんですけど、ほとんど家賃は下がっていく傾向にあるので、なので、空室とかですね、リフォームとかですね、例えば築20年ぐらいになってくるとね、いろんなとこ直さなきゃいけないとかなるんで、さらにお金はどんどん出ていきます。だからそれで耐えれるかどうかってことですね。で、これを計算しておきましょうというのが一つ目になります。で、わからないんだったらやめた方がいいですね。で、二つ目はいくらで売却できるのか。これもね、ものすごく重要なんですよ。いくらで売却できるのっていうんで、買った瞬間、例えば買った瞬間です。1000万円で買ったとして、1000万円の物件があって、それをですね、本当に1000万の価値があるの売ったらいくらぐらいなのっていうのを、知っといた方がいいですね。これ知らずに買っちゃう人がむちゃくちゃ多いです。なので、もし、その1000万円の物件を見て、1000万円の物件ね、買おうかどうかはどうしましょうとか言われた時に、それはね、本来500万円のものをね、1000万円で買ってないのかどうか、そういったことを本当にね、気をつける必要があります。で、特にその電話とかでセールスしまくったりだとかしてる人たちが、一般的な場合なんですけども、ほとんど市場より高い価格で買わされることになります。だから、電話とかでセールスしてですね、
なんかお客様限定ですとかですね、これを逃すと次ありませんとか、もうプッシュしてですね、売ろうとしてくるわけですよね。で、まあ本当に、逆に、1000万円のものを500万円で買えるんだったら、電話かけて売ろうとしなくても勝手に売れてくんですよね。だからまあ電話でセールスしまくったりだとかですね、そういうランダムアタックみたいなしてるところがまずですね、ほとんど高い物件である可能性があるし、そういうのはよく気をつけないといけないし、知らない人にこう買わせてもらうっていうケースがほとんどですね、一部例外はあるかもしれないんですけども、で、これ実際に起こってて、これは東洋経済さんから引用させていただいてるんですけども、まあマンションの不正融資である日関与を深まる疑念っていうのが今年の1月に出てたんですけれども、これでですね、融資受けて買ってしまった人の中にですね、もう書いてあるんですよ。900万円ぐらい、相場が900万円の物件を1580万円で買ってしまったとか、780万円ぐらいの物件を1600万円で買ってしまったとかですね、そういう人たちが結構いるわけですよね。で、家賃をですね、家賃保証で水増しして、4万5千しか家賃取れないのに7万円っていう風にしたりとかして、融資を受けてですね、で、その物件を売ってしまう。まあそういうケースが結構ありますと。で、まあこれがいいか悪いか置いておいて、買ってしまった人は悲惨ですよね。だって900万円のものを1500万円で買わってるんで、その分で、もういきなりもう買った瞬間にマイナス600万とかね、なってしまうってことなので、まあ本当にこれ分からない人が言われるがまま買ってしまうとこうなるわけですね。年金になるとか、将来の保険になるだとかですね、節税になるとか、いろんな理由つけてですね、買うとこういう風なケースがあるんで、気をつけましょうと。で、これね、当たり前なんですけど分からない人多くて、価値が分からないものを買うなってことですよね。で、もし不動産で利益を出したいっていう風になったとしたら、それはプロとしてやるわけで、お金をですね、稼ぐってなると、詳しくなければいけないです。例えば、魚屋さんがですね、築地でなんか仕入れる場合とかですね、そういう場合はもう魚の目利きがすごい重要ですね。鮮度がどうこうとか、価格がどうこう、この時期これぐらいで取れるとかですね、売り上げがどうこうとかですね。そういうの分かってないと儲けることは難しいですよね。好きでね、食べるのがいいと思うんですけども、あと青果市場とかでは野菜の目利きが重要ですね。産地だとかですね、種類だとか、そうやって安く仕入れて、八百屋とかで売るっていう、そこのですね、目利きが重要です。で、これ全く不動産も一緒なんですね。不動産投資で儲けたい、不動産賃貸業で儲けたいってなると、不動産の目利きがものすごい重要なんですよね。で、それが分からないのに、よく分からないけど買って儲けられるかなみたいな妥当すると、まず儲からないですよね。これ例えばイメージしていただきたいんですけれども、築地市場に行って、魚とか何も分からなくて大量に仕入れて、それをね、売りさばこうとしてもね、競り市とかでね、こうやったとしても、まず儲けられないですね。そんなに甘い世界でないっていうふうに多分八百屋さんとか、市場の方が言うと思うんですけども、全く不動産も同じような形でですね、ちゃんと勉強して目利き不動産のキーポイントを押さえなきゃいけないです。そういった風にした人たちは儲けることができるっていうことになっております。なので、ここまでね、収益をちゃんと計算しましょうっていうのと、いくらぐらいで売れんのその2点ね、注意しましょう。で、3つ目ね、これもまたすごい一番重要なんですけれども、これはできてないですよね。買う目的は何なのか、なんかあると安心だとか、老後のなんちゃらとかですね、その買う目的は何なのか、で、買ったら達成できるのか、そこをですね、よく、気をつけておかないといけないです。なので、儲けたいとかですね、年金が欲しい、保険になる不労所得、いろいろあるんですよね。で、その目的を本当にね、ワンルームマンション投資で達成できるのか、そこね、ちゃんと考えた方がいいですね。儲けたいと思ってても、結局のところよくわからずですね、2倍ぐらいの価格で買ってしまったりすると、これ儲けられないですし、年金が欲しいと思っていても、それは本当にワンルームマンション投資やったらですね、実現できるのかってことですね。保険もうワンルームマンション投資買わないとその保険にならないのか、普通に保険に入った方がいいんじゃないか、そういうのを総合的に見て、本当に目的達成できるのかっていうのを考えなきゃいけないです。なので、そういうのね、イメージで不動産欲しいよとか、気持ちはわかるんですけれども、本当ね、目的、不労所得を稼ぎたいとか、そういうところから遠ざかるケースが多いんですね。ワンルームマンション投資は。だから、初心者は結構、ほとんどの場合は、お勧めできないケースが多いです。これ100% ではないんですけれども、だからこれね、目的を本当に実現できるのかどうか、そこがマッチしてればいいですよ。とにかくワンルームマンションが欲しい。それは自分の夢で買えばですね、これがもう自分の人生の目標だっていうんだったらもう好きに買えばいいと思うんですけれども、もしね、儲けたいとか、年金、将来の不安だ、保険になるとかであれば、本当にね、それが、マイナス何万円かをね、30何年か払い続けることが最適解なのか、それが人生においてプラスなのか、それはよく考えた方がいいと私は考えてますね。
で、儲けるためにどうしたらいいの？ワンルームマンション投資でね、儲けてる人もいます。少数派ですけど、プロの不動産投資家とかは、ワンルームマンションでも儲けてるケースはありますし、いろんなケースがあるんで、ちょっと簡単に紹介します。で、どうやって儲けるかっていうと、一つ目、これ一番多いですね、値上がりする物件を買う。これがね、一番、多いです。なので、キャピタルゲインって言うんですけれども、売却益ですね、値上がりする物件を買う。これ目利きがすごい重要なんですよね。ここのエリアが、この、物件で、この価格だったら将来値上がりするだろうって予測のもとに買うわけで、それはかなりですね、不動産のことを知っておかないといけないわけで、闇雲に買って、そういうわけでもないですね。で、大体こういう値上がりする物件って、むちゃくちゃ価格が高い都内の一等地とかですね。で、あと抽選になったりとかね、結構抽選外れたりとか、そういうのもあったりとかするので、何もね、待ってて電話かかってきて値上がりする物件を売ってくれる、そんなね、いい人なんかいないので、これすごい目利きが重要ですね。あと、投資物件で買って退去したら実需で売るって人もいます。これは宅建の業法を持ってないとできなかったりするケースもあるんですけども、入居している投資用物件の方がですね、価格若干安いんですよね。なので、投資用物件として買って、住んでる人が退去したら、それ実需としてですね、実際の住宅として売るってケースで儲けてる人もいますね。でもこれはね、結構キャッシュがいったりとかするので、あんまりメインでやってる人は少ない。ちょっと、いいのがあったら、たまにやるかなぐらいの感じが多いですね。あと、ボロボロのやつとかですね。火事があったような物件とか、そういうのをリノベーションしてですね、再販するとか、これ、宅建の業法を持ってないといけなかったりとかするんですけども、こういう風にして儲けてる人はいますね。なので、他にもあるんですけど、メインはこういったところかなと思っていて、で、初心者がやるにはハードルは高いですね。値上がりする物件買ってもお金がどんどん出ていくんで、体力がないとできなかったりとか、いろいろね、目利きが重要だったりとかするので、いきなりワンルームマンションっていうのはあんまりね、ハードルは高いです。で、他にもですね、投資厳しいのがあって、いろいろあるんですけども、やっぱ手残りが残らないんですよね。ほとんどの場合。なので、なかなかお金がですね、出ていってしまう。そのね、現金で買えばどうだっていう人もいるんですけども、現金買うにしても、利回りの高い物件買った方が僕は一等の方が儲かるっていう風に考えてます。手残りが残らない、翼がもがれるような感じですよね。毎月2万円とかね、1万円とかどんどん30年間出ていくっていうことなので、それだけ、手元からお金がどんどんなくなっていくっていうことで、そのワンルームマンションを返済するためだけに30年ね、その貯金ができないみたいな風になっちゃうんで、しかも、どんどんその赤字は拡大していくんですよね。どんどん古くなっていって直さなきゃいけないとかってなるんで、だから、あんまりお勧めできないっていうのと、あと売却まで含めた場合、例えば、ローン払い終わったらね、プラスになるんだって思ってるかもしれないですけども、ローン払い終わった時に入ってくるお金とか全部トータルで売却してまで全部ひっくるめると、普通にですね、買わない方が得っていうケースの方が、多いですね。30年後いくらで売れるかっていうのは見積もるのは、若干難しいんですけども、なので、そういうの考えるとやっぱマイナスになるケースが多いですし、あと不動産投資として、むちゃくちゃいっぱい物件を買ってですね、セミリタイヤとか専業屋になりたいよっていう場合も、ワンルームマンションを買うとですね、銀行評価が出ないんで、買い進められなくなるんですよね。せいぜい2部屋か3部屋ぐらいで打ち止めで、そこからもう終わりで、次融資が出なくなるっていうケースがほとんどですね。よほど属性がいいかお金持ってないかっていうので、なので、練習がてら一部屋買おうとかいう人もいらっしゃるんですけど、僕はお勧めしてないですね。銀行評価が出ないんで、その物件足かせになって次一棟買おうとしても買えなかったりとか、それ売ろうとしたら赤字になって持ち出しお金が出ていくとか、で、大して経験にもならないので、僕はもう全然、ワンルームマンションやめた方が、むしろ戸建てとかですね、そっちの方が、おすすめですね。同じ価格であれば。で、節税になるよとか言ってるのも結構ね、脱税だったりするケースがあるんで、節税になるというのは赤字を出すってことなんで、あんまりワンルームマンション投資で赤字にはならないんで、もし本当ガチで赤字出すんだとしたら、それ全然関係ない架空の経費計上してるケースとか結構あるんで、これほぼ脱税ですね。なのでそれは、見つからないケースもあるし、見つかるケースもある。あと、ローンは払い終わった後に年金になるか、築ね、新築で買って35年とか45年ローン払い終わった後に、築35年のね、ワンルームマンション残って、それは年金かって言われると、なかなかね、難しいものはあるとは思います。あと、保険も、毎月払うより、ワンルームマンションで赤字垂れ流せるか、普通に保険入った方がいいっていうふうに僕は考えてますね。それの、いろいろ癌になったら、ただで物件もらえるとかいろいろあるんですけども、それは癌保険入った方がいいのかなとかですね。それ比較して、トータルに見て、本当にですね、目的、さっき言ったものを達成できるのか、そういう目線でですね、ぜひ、よく調べてですね、詳しくなって、勉強してからですね、見てみてください。ということで、勉強するときはですね、不動産投資の口座再生リストを作ってたりとか、あと新築ワンルームマンションですね、儲からないよっていう比較、これ20万再生以上されてます。あと
とこの、ぶっちゃけアパート1棟買ったらどうなのってもね、20万再生以上されてるんで、この辺ね、ぜひ興味ある人は見てみてください。あと概要欄にね、不動産投資のですね、収益計算ツールとかも売ってたりとかするので、それもね、興味ある人は見てみてください。概要欄から。ということで、まとめなんですけれども、収益性ね、確認しましょうっていうことで、よくわからないけどね、業者さんが出してきたものをそのまま信じて買っちゃうとですね、それはそのままでないケースの方が多いです。なので、ちゃんと、収益計算して、厳しめに見てですね、家賃下がんないのとかですね、退去あんないのとかですね、固定資産税かかってんのとかですね、不動産取得でどうなのとかですね、そういうのをちゃんと確認しましょうと。それ再生リストで勉強してみてください。で、ちゃんとね、売却の時の価格はね、本当いくら、その不動産の価格いくらなのっていうのね、ちゃんと知らないと、とんでもない値段で買わせるケースが結構ありつい、みんなね、かもられる人は多いです。なので、そういうの買ってしまうともう売れないんですよね。借金が残ってしまうんで、例えば1000万円借金して買ったとして、売る時500万円だったら500万円払わないとですね、売れないっていう風になっちゃうんで、もう毎月赤字を垂れ流すし、お金どんどん出ていいし、売るにもお金必要っていうか、もう身動き取れなくなります。で、買ってしまった後にもう後悔してもほぼ遅いので、たまにね、助けてくださいって方いらっしゃるんですけども、ほぼ難しいですね。なんか魔法はないですね。なのでもう本当にしつこいぐらい売却の価格も不動産の価格を把握して、よく知ってから買いましょうということですね。で、買う目的ですね。何のために買うのか。それはね、人生の、長いですね。あなたのこれ見てくださっている方の人生の目的にその不動産買うことでマッチするのかどうか確認しましょうと。で、これが、わからないんだったらもうやめておこうということですね。これリスクがでかすぎるので、例えば1万円の投資信託買うんだったら別にそれ大したリスクじゃないんですけども、1000万円、2000万円のものをですね、買ってしまって、中には1億とかなると、もうそれやり直し効かないですよ。もう最後もう自己破産コースまで行ってしまう。自己破産すれば借金チャラになるんですけれども、なので、分からないならこれの不動産には手を出さないっていうのが僕はお勧めしています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとか、分かりやすく解説、不動産投資がやってるんで、もし面白かったらチャンネル登録をお願いします。ただですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。コメント全部見させていただいているので、ぜひですね、リクエストとかコメントいただければ嬉しいです。役に立ったらですね、SNS とかでシェアしていただけると嬉しいです。また Twitter、インスタ、Facebook やってますんで、よかったら登録お願いします。あと LINE あとですね、不動産投資のチェックリストプレゼント中ですので、ぜひ登録してみてください。どうもありがとうございました。髪が伸びてきましたね。髪がモフモフしてきたんで、そろそろ切らなきゃいけないかもしれないですね。それではありがとうございました。